1,000平米ぐらいのクリニックを作るっていうの新しいその自分が担当させてもらえるプロジェクトが始まったんで、もうすっごいたくさんのスケッチを描いたり模型を作ったりして伊藤さんに会うもってで、そうした時に伊藤さんがすごい怒られてそんなぐにゃぐにゃなクリニック俺は作りたくないからっていうふうに言われたんですよ。でそうなのかと思って、やっぱクリニックなんでプランが重要なので機能的なその配列とかも考えながらプランニングしていって、で家に帰って大西さんに、伊藤事務所の仕事なんですけど見せたんですよ。そしたら大西さんが「百田君このまま行くと0点だよ」って。これは正確に失敗談なのかどうかちょっと分かんないんですけども、伊藤事務所に勤めている時に、伊藤さんに、僕の提案が通らなかったという話。ここが新人1年目の途中から担当したプロジェクトの話なんですけども、1,000平米ぐらいのクリニックを作るっていうの産婦人科のクリニックを作るっていうプロジェクトでした。でその当時の伊藤さんっていうのはアルゴリズムを使ったりしてその有機的な建築を作っていたんで、僕はもうそういう建築を作るんだろうなと思って伊藤事務所にで新しいその自分が担当させてもらえるプロジェクトが始まったんで、もうすっごいたくさんのスケッチを描いたり模型を作ったりして伊藤さんに会うもんで、それは簡単に言うとぐにゃぐにゃの建築なわけですよね。でそうした時に伊藤さんがすごい怒られてそんなぐにゃぐにゃなクリニック俺は作りたくないからっていうふうに言われたんですよ。でそうなのかと思ってやっぱクリニックなんでプランが重要なので機能的なその配列とかも考えながらプランニングしていって、で、そうかそうなるなみたいな感じで進んでいくんですけど、ある時に家に帰って大西さんに、伊藤事務所の仕事なんですけど見せたんですよ。そしたら大西さんが「百田君このまま行くと0点だよ」ってアンビリーバブルお部屋探しはエイブルエイブルお部屋探しはエイブルがワンダフルエイブル。家に帰って大西さんに、伊藤事務所の仕事なんですけど見せたんですよ。そしたら大西さんが「百田君このまま行くと0点だよ」って言われるわけですよね。だから学生の目線で見て何が面白いのか分かんないっていうような、建築だというふうに言われた。でだから僕はそこでまだ何かできるかもしれないと思って、でプランはもう、クリニックなんで機能で決まって、それをもうぐにゃぐにゃにはできない。でも屋根はまだ残ってるって思ったんですよ。でそのゴールデンウィークで休みがあったんで、休みの時に自分で好きなスタディをしてもそれは怒られないだろうっていうことで、大西さんも手伝ってくれて、もう屋根をもう徹底的にスタディをしたんですよね。でベッドで横になってる時にどういう天井が見えて、でどういう光が入ってくるかってこといろんなスタディをして、で伊藤さんにそのゴールデンウィーク明けにぶつけてみたんですよ。で伊藤さんは君のこの、努力っていうかその奮闘は認めると。ただこの建築はそういうことじゃないってはっきり言われて、で何なんですかって聞いたら、それは構成とプロポーションだって言われたんですよ。でそれが
なんていうんですかね、その建築に対して重要かどうか、それでいいのかどうかっていう、その当時の僕は分からなかったけど、その時に伊藤さんがそういうふうに言っている。でも自分は分からない。でも伊藤さんが言うんだから、まずはそうだと思ってやってみようと思ったんですよ。で構成とプロポーションっていうものを書いて心地いいっていうふうに思うようなものを徹底的に考えてやって、そのクリニックが実現していくわけですよね。そうしていくともう違う自分になっちゃってるんですよ。もうそういうことが重要だっていうことにどんどんやっていけばいくほど分かっていって、それがもう自分にとって自然なものになってしまうから、終わった時にはそれが良かったんだっていうふうに思うような自分に変わってしまって、それが結構僕にとっては印象的な、経験。もうそれは百田さんである種なくなってたってことですか？だからなんていうんですかね、0点の建築だと思った自分はもういないということですよね。で、それは百田さんの中では学びがたくさんあったと思うんですけども、その経験の中に、もうそれを答えとして正解なんですか？失敗なんですかね？やっぱりそれは。いやだからなんていうんですかね、トータルで見たら成功なんですよ。ただ自分が伊藤さんに対し自分が思っていることがその伊藤さんに通用しなかったというか、そういう意味では失敗というか、でもそれを通してなんていうんですかね、得たものが多いというか、例えば病院に行って病院っていうその空間で例えば産婦人科なんで新しくお子さんが生まれるっていう時に不安な気持ちだとか期待だとかいろんな気持ちあるじゃないですか。でそこはやっぱ安心して安全に出産するっていうことのために建築があるわけだから、その建築の時にある個人の表現が押し付けられるようなものって嫌だなっていうか、そうじゃない方がいいんじゃないかなっていうのは自然と思うようになっていくっていうか、そういうのって学生の時にはリアルに実感としてやっぱ持てないかったっていうのはある。だからそういうのにだんだん気が付いていくわけですよね。でもそれは一旦伊藤さんが言うんだから信じてやってみようっていうことで自分が気づけていけるようになっていくっていうことだったのかなと思うんです。これは建てるものによって違うんですね。そうですね。それが病院に許される構成は何みたいな、それが構成とプロポーションみたいなキーワードで示されたってことなんですかね。そうですね。だから患者さんがリラックスして過ごせるっていうことが一番重要で、そこでまず構成とかプロポーションっていうことだけでもそういう空間っていうのは実現し得るっていう、だからそういうことを伊藤さんは言いたかったんだろうな。それは大西さんも最後分かるようになるっていうか、結果的にすごいいい建築になったっていうのは大西さんも実際に訪れてでそれはもう言ってるので、はい、なるほど。でもやっぱ若い時はそういうことが起きるってことですよね。でそれも一つの矛盾っていうか、だからなんていうんですかね、自分がやりたいって思うことと求められているものっていうのがどういう形で一致するんだろうって考えていくわけですよね。だから病院とかそういうやっぱ機能が重要となる建築で
俺のやりたい表現はこういうことなんだっていうふうにやっちゃうと、それはミスマッチになっちゃう可能性が高いじゃないですか。やっぱり自分のやりたいことっていうことと求められていることっていうのがある統合っていうか、そういうのを築きたいので、やっぱそこはなんていうんですかね、なんていうのかな、どんな時でも逆にどんな時でも自分の表現はこれだっていうふうなことを固定的に思っちゃうと、逆にそれは固定化されちゃってるような気もして、それがやっぱ求められているものとかこのプログラムとかそういったものを受けて、それがちょっと変化するっていうか、応答し合って新しい姿に生まれ変わっていくっていうふうにそう考えた方がいいのかなとは思います。ということは今も当時初めて作った感じで揺られた作っちゃダメなんだなって、もうその順番もういないっていう話ですもんね。だってその初め。そうですね。だからそれだけで判断するっていうような自分はいないけども、そういう自分もいるっていうか、だからそれでもなんていうんですかね、そういうチャレンジみたいなのは常には必要だと思うんですけどね。大事なことなんですよね。じゃあ初めから挑戦されとけばよかったってとは全然思わないですもんね。今の話の中に挑戦があり、で、説得があったり、納得があるみたいなのの、それもだって建築一個経つ時間だから、結構年間とかで。そうですね。だから2、3年の間に時間があるんで、その時間の中で自分の方が変わっちゃうっていうんですよね。それは面白い。エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。ああ、はい。お部屋探しはエイブルに来てみる。エイブル